皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。あなたの心をわしづかみ。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月27日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は157メートル51でした。昨日と比べると82センチの下げで157メートル台に突入。暫定目標の締め切り日はもう過ぎているのに、未だに2メートル以上足りません。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の夜9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒1万3400立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒2万3000立方メートル。差分については毎秒9600立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの1000、三峡ダムもプラス2500。前回は大きく下げた後、今回は増水。これはダム周辺と上流地域で激しい雨が降ったり止んだりを繰り返しているためと思われます。最上流の金沙港にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒2700立方メートル。前回と比べて変化はありません。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は毎秒2万8100立方メートル。単純に割り算をすると 91% の発電状況で29基前後の発電用タービンが稼働しているものと推測されます。昨日と比べると今回もさらに放流量をアップしており、ほとんどフル発電。本当にこんなに出しているんでしょうか。電力需要による調整など関係なく、まさに異常な状態、過去に記憶がありません。三峡ダムと上流のダムの流量について現状を確認しておきましょう。こちらは2月から昨日までの流量になり、交通運輸部発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムになります。上流にある高架波ダムは放流量、流入量ともに大きな変化は見られません。洪水シーズンになればもっと流量は増えるでしょうが、今はまだその時ではないようです。続いて三峡ダムの状況について。オレンジのラインの流入量は再び増水傾向となっていて、それに合わせて放流量を増やすという運用が続いています。ざっくりその差は毎秒5000立方メートルあたり。連日お伝えしている通り、放流量はそろそろ限界に近づいてきました。今後さらに流入量は増える可能性があり、その時彼らがどう対応するのか、非常に気になるところです。Nishi Yang Channelダムの水位は締め切りには間に合わなかったものの、その後順調に下げ、引き続き低下していくものと思われます。ただ、直近の情報によるとそのペースは鈍化しており、今回はこの件についてお話をしたいと思います。冒頭お伝えした通り、深夜0時の時点におけるダムからの放流は、毎秒2万8100立方メートルで、発電設備の9割ほど稼働していることになります。去年の今頃はというと、だいたい毎秒1万立方メートルあたりなので、3倍近くを流している計算。6年ほど三峡ダムをウォッチし続けていますが、この状況は記憶にありません。もちろん点検放流という名目で、年に一度だけマックスまで放流を増やして、設備の正常動作を確認するフェーズがあるのはあるのですが、それは8月とか9月といった時期だったと記憶しています。人々が寝静まる深夜0時から翌朝の時間帯に、フル発電など必要はありません。つまり今の状況は、発電のための放流ということではなく、完全に水位を低下させるために放流量を決めているということになります。ただし、その量にもそろそろ限界を迎えつつある模様。湖南省水門局が発表している放流量の詳細グラフを見てみます。ちょっと前まで若干お昼の間だけ放流する量を絞るそぶりは見せていたものの、昨日あたりからは朝から晩まで高い水準のまま。グラフでは直線に見えて分かりづらいのですが、実はわずかずつ増やしています。
発電設備の上限は毎秒3万1000立方メートルなので、そろそろ打ち止めということになるんでしょう。中央のゲート開放という最終手段は除き、今のところ打つ手がなくなりつつあるようです。今回は触れませんが、長い間、フル稼働に近い状態を継続したら、どこか壊れるんじゃないかという問題、そして、下流地域は絶賛増水中で、そろそろ警戒水位も見えてきているという事実については、次回以降の動画でお伝えしたいと思います。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは今朝8時までの様子。ダムの少し南側の付近で雨雲が発生する様子が見られます。長江の下流側でもまとまった雨になっていて、さらなる増水は避けられないでしょう。上流では流量が増える予想が出ており、下流はすでに各地の水位が絶賛上昇中。危険な香りがプンプンします。三峡ダム周辺における5月の累計雨量はさらに増えて、27日朝の時点で 219.5 ミリ。平年に比べて多めになっており、さらに上乗せされるかもしれませんと先日お伝えしましたが、その通りとなりました。次に、今後の予想を見てみます。金曜あたりまでは、長江の中ほどで雨雲が広がることになりそうです。明日の三峡ダムの天気は最高気温が25度、最低気温が19度で小雨の予報。台風6号が発生したとニュースで伝えられており、画面右下の方には赤い塊が出てくる予想となっています。今後の進路に要警戒です。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国、民間 AI 人材に渡航制限、自国技術の保護狙い、報道、時事通信が伝えています。アメリカブルームバーグ通信は26日、中国が自国の民間企業に勤務する人工知能、AI 分野の主要人材に対し、国外への渡航制限を設けていると報じた。米国との AI 競争で優位に立つため、先端技術を保護する狙いがあるとみられる。制限対象の企業には、中国電子商取引大手アリババ集団や AI 新興企業、ディープシークなどが含まれる。これまでも中国は、著名な大学の研究者や核関連の科学者、国有企業幹部といった重要人物に対して、渡航制限を課してきた。以上、中国、民間 AI 人材に渡航制限、自国技術の保護狙い、報道についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ、AI 分野の主要人材に国外渡航制限をかけているという件、優秀な人材の海外流出をかなり警戒していることの表れかもしれません。日本で移動の自由は当たり前ですが、中国では重要人物の移動を国が管理できる社会体制になっています。戸籍制度によって農村出身者の都市移動に制約があることも含め、人の動きそのものを管理しようとする発想。ただ、AI 競争で本当に必要なのは、自由な研究環境や国際的な交流、そして高度な半導体です。特に半導体分野では、アメリカの規制や技術優位が大きな壁になっており、人材を閉じ込めたからといって簡単に差が埋まるかどうかは疑問。国が強く管理する社会では、短期的には情報流出を防げるかもしれませんが、長い目で見ると、自由な発想や競争が育ちにくくなります。国有企業がその典型ですが、管理が強まるほど動きは鈍くなり、結果として技術革新の足を引っ張る可能性が大。優秀な人材を守っているつもりが、かえって成長の芽を摘んでしまう。今回の件も、負のスパイラルを感じさせる、そんなお話です。三峡ダムの放流設備の部分を断面図で見ると、このようなイメージで3種類の水門があります。上から順に、非常用洪水履き、常用洪水履き、そして排鎖ゲートと呼びます。最初に常用洪水履きについて、名前が示す通り、洪水を調節するための水門になります。年間を通じて常に使われるわけではなく、出水期となる6月から9月のうち、大雨により大量の水がダムに流れ込んだ時に限って使用されます。2020年は大洪水となったため、何度もこのゲートが使用されましたが、2022年と2023年は一度も使われることがありませんでした。ちなみに、2024年と2025年は一度だけでした。こちらは、常用洪水履きからの放流開始シーン。最初は、泥を多く含んだ放水ですが、時間が経過するにつれ、白い色に変わります。年に一度、見れるかどうかのレアシーンですから、今年は何度見れるか興味深いところ。次は、
非常用洪水履きです。名前から想像できるように、あくまでも非常時に使われる水門。先ほどの写真で言うと、ここの部分になります。三峡ダムの場合、飲み口は180メートル付近にあり、放水路を通って下流側に流されます。ここにはゲートはないので、自然越流式。通常、ダム本体が完成すると試験淡水といい、満水までダム湖に水を溜めて異常がないか、貯水側の糊面崩壊などがないかなどを確認するフェーズがあります。排鎖ゲートについてはまたの機会に。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。ご覧の通り、九州四国中国地方にがっつり雨雲がかかっています。ニュースによると、今日は西日本で降水確率が高いとのこと。九州北部地方の平年の梅雨入りは、6月4日頃だそうですから、今年はどうなるんでしょうね。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。